おはようございます。安倍義俊です。1日に3本撮ろうとしているドリキンさんに勧められて、ワタレックスタイルというカメラで一発撮りで、そのメモリカードから直接 YouTube にアップするというスタイルを、できないかどうか模索しているところです。1本目の動画は、ここに DJI の、マイク2を、つけて撮って、2本目は、これが使えないかと思って、その安いマイクをこの辺に置いて、やってみたんですけど、今ちょっとファイルを確認したら、こいつは音がもう全然やっぱ離れてるからなのかな。音全然入ってなくて、これ話にならなくて。で、今、ずいぶん昔に買って長らく使ってなかったメーカー名忘れちゃった。ブルーなんとかのイエティっていう、マイクを引っ張り出してきて、今ここにちょっとつないでみました。そして、シグマ FPL の方の設定をよく見てみたら、HDMI で外部にそのモニタリングするときに、パラメータとかそのUI を表示する機能があったんで、そういえばあったね。今ここで見てみて、今この UI の表示を見れてるんですけど、そうだな。ちょっとこの感じだと音量、ちょっとかなり声張らないと音量足らない感じで。今これ撮ってみたけど、そうだ、そのアタレックスタイルっていうのをやるんだったら、こいつは編集で差し込むことができないんで入れられないのか。まあちょっと編集をまだするか。まあそのアタレックスタイル本格的にやれる前の、まあ、練習という感じですね。相変わらず、ネペンテスはちょっと画面に入り込んでおります。棚の位置を変えればいいんだけど、まあ、いいや。これは賑やかしで。そうですね。今回何話そうかって思ったんですけど、M4 の iPad Pro が発売されるっていうことで、ちょっとびっくりして、ちょっと知り合いになんか新しい Mac どれ買ったらいいみたいな相談をされて、なんか答えた直後になんか M4 のチップの話が出てきてしまって、ちょっと情報の収集が足りなかったというか、まあ M4 の Mac は、秋から年末にかけてみたい。で、M4 の iPad Pro が、5月の7日だから、あと3日後に、発表になるかもしれないというような情報が出てますね。直前まで M3 で出すはずだったものを M4 に、するみたいな話が出ているんで、ちょっと、本当かなっていう、こんな間際になってからそんなメインの仕様を変更すると思えないんだけど、でもなんかそんなような話が出ております。まだ噂話みたいな話なのかもしれないけど、でも3日前なんで、今出てくる噂ってかなり角度が高いですよね。だから M4 が搭載されるのは結構本当なのかもしれません。なんかドリキンさんが M4 の iPad を買う買わないみたいな動画を今出されてるみたいで、サムネだけ見て、まだ中は見てないので、ちょっとドリキンさんたちがどんな話してるのか全然わかんないですけど、僕自身は M1 にもなってない2020年のモデルかな、19年のモデルかな、A14 バイオニックみたいなやつ。もうその A14 のなんとかみたいなのが、もう型番がいくつだか思い出せないぐらい昔の話ですけど、まだ全然現役で使えていて、僕みたいになんだろうな、iPad で基本的にはクリップスタジオで絵を描くのと動画をちょろちょろっと見る以外に、ほとんど使わない、あと文章をパチパチ打つみたいな用途にしか使わない人間にとっては、M1 にすらなってない iPad Pro でも全然スペックオーバーというか、十分な感じで。でかい筆で、書くときにクリップスタジオとかで多少ラグが出るというか、それはでもね、正直メインの MacBook Pro の M1Max の、MacBook Pro でもでかい筆では遅延が出るので、しょうがないかなと思ってはいますけど、まあそんな感じなんで、僕自身はそのチップの性能の進化に、特に M4 は AI 関係のそのチップがリニューアルされるっていうか、なんかすごいチップが搭載されるということで、Apple 自体がやっぱりその AI がなんていうかな、その主戦場になっていくっていうことで、そっちの方に力を入れていくってことなんだろうけど、まだ OS がそれをどのぐらい、取り込んでいくのかもよく分かってないし、Siri がめっちゃ賢くなるみたいな噂はちょこちょこっと聞きましたけど、まあそんな感じで、どうなんだろうな。僕自身は、M4 の、iPad Pro に関してはそんな感じなんで、全然魅力を感じてないんですけど、それと同時に Apple Pencil の3が第4世代になるのか、第3世代はライトニングじゃなくて USB-C で充電できるってやつが、全然新しくなってないんだけど、第3世代として分類されてるみたいなんで、確か名称的には第4世代扱いになるんじゃないかなと思うんだけど、Apple Pencil が新しくなるらしいんですよね。で、それは僕的には、すごい
楽しみな、アップデートで、それが僕の持ってるその古い A14 とか 14X とかなんかそんな感じだったかな。なんかその M1 になる1個前の、iPad Pro で動くんであれば Apple Pencil だけを、買い足そうと思っていて、もし新しいやつじゃないと動きませんって言われたら、うわー、その迷いますね。そのなんだ、ローンを組んでどうせまたその20万とか30万とかしちゃうでしょ。なんかその iPad Pro、高すぎだと思いますけどね。なんかその MacBook Air のが安いみたいな状態になってますからね。でそこにさらに、キーボードがつくじゃないですか。マジックキーボードが。で僕は iPad Pro のマジックキーボードが今なんだろう、持ってるキーボードの中で一番好きなんですよ。打ちやすいし、メカニカルキーボードのロジクールのやつも持っていて、それもタッチ感は好きなんだけど、薄くて手が疲れなくて、 MacBook Pro のキーボードと仕様的にはほぼ一緒のはずなんだけど、iPad Pro についてるマジックキーボードの方が打ちやすくて僕は好きなんですよね。だからそのもう買い替えなきゃいけなくなるのかもしれなくて、そうするとまたえらい出費じゃないですか。ちょっと今ちょっとそんな余裕は全然なくて、なので指を加えて待つことになるか、気持ち的にはだからその M4 の iPad Pro には興味がないんで、Apple Pencil だけ今のやつで使えてくれるといいなと思いますね。で MacBook とかに搭載するよりも前に M4 の、iPad が先に出るっていうのはちょっと意外でしたね。もしかすると発表だけでその発売は同時期とかあるいは Mac の先とかなんかそんなようなことなのかもしれないけど、なんか、発売がどうなのかわかんないけど、なんか5月7日に発表があったらすぐに予約を開始するようななんか雰囲気を感じてますけど、ちょっとその辺全然調べてなかったんで。CPU の進化に関しては正直もうそのすげえ進化していて嬉しいんだけど、でも僕の M1MAX の MacBook Pro でもう完全にスペックオーバーというか全くこれで不満はなくて、僕の中で、一番大きなそのパソコンに対する不満は USB ポートが足んないということですね。MacBook Pro でもポート3つしかなくて全然足んないんですよ。でもハブをつないでさらになんか増やしてるんだけど、増やしても足りてなくて、それだけが大きな不満だったりはしますけど、性能的にはね、なんか MacBook Pro のモニターがすげえ綺麗になったとしても、その家での作業では外付けのモニターのが大事だったりするし、自分がだからその話があちこち行くけど iPad Pro に一番求めてるのは16インチか17インチのやつが出てくれたら絶対買いますね。なんとしても欲しいですね。どうかな。今ここに24インチかのシンティックっていう液晶タブレットがあって、これもでも1世代か2世代かもう前のものになっちゃったのか、1個新しいの出てるから、 iPad の方が遅延も少ないし書きやすいし、正直僕はだからその神戸の大学で学生に、デジタルコミックのその講座とかを年に1回3日間だけですけどやってたりするんだけど、もはやその神戸の大学はなんか設備を結構良くしていて、生徒全員に、割といい iMac が使えるようなそのデジタル室みたいなものがあったりするんですけど、でも学生は全員もう iPad と Apple Pencil で作業していて、コミック全員それで作業してるんで Mac ほとんど使ってないんですよね。なんかあっという間になんていうかな、環境が変わってしまって、僕自身は iPad でしばらく 1,2 年ぐらい、全作業を例えば漫画であったらもうネームから下書きからペン入れから色塗りからその全部 iPad だけで完結するっていうような環境を作ろうと必死に頑張ってきて、一時期それで同人誌何冊か書いたり、あるいはその連載が飛び飛びになっちゃってますけど、子供のグルメっていう漫画を書いていて、その原稿とかも何回かはフル iPad で、納品したりもしてたんですけど、特にこの仕事場に移ってこのシンティックっていう液タブを導入してからは結局液タブに戻りましたね。僕の場合は画面の大きさがとにかく大事で、手を大きく動かしたいとか細かいなんだ不器用なのかな、細かい作業が本当に苦手で、老眼とかで目悪くなってきてるとかもあるのかもしれないですけど、 iPad のなんかね iPad の画面だとデッサン狂うんですよ。なんだろうな。あと iPad の Apple Pencil はこれが言ってるのが僕だけなんで、僕の感覚がおかしいというか過敏すぎるのかもしれないけど、 Apple Pencil ってペン先を傾けると
傾けた側にカーソルがちょっとずれるんですよ。だから斜めに持って書いてるときは、ちょっとだけカーソルのそのペン先よりも内側に、自分の手首側にカーソルが 0.5 ミリぐらいずれてるんですよ。僕はそれが耐えられなくて、ペン入れはラフは切れるんだけど、厳密なペン入れはなんかApple Pencil ってなかなかできなくて、でそのために 0.5 ミリ分、ペン先の位置がずれるカスタム筆とかを作って対処したりしているわけなんですけど、そうだな、なんかで僕はそのカスタム筆とかの動画とかも一回作ったりして、結構反響があると思ってたんだけど、誰もそんなことを気にも留めていなかったということに愕然として、まあ手がみんな慣れちゃうのかな、なんかそういうことも含めて、ワコムの液晶タブレットの方が僕は性に合ってるんですよね。ちょっと遅延があるんだけど、ワコムでもともとずっと20年ぐらい作業をしていて、そこから、何年か iPad の方に移行して、で今またワコムの方に戻ってきちゃって、iPad でもラフは切るけど、あと色塗りは割とまあできるんだけど、ペン入れだけはできれば、液タブでやりたいみたいな状況ですね。なので、17とか、もっと20インチだともう持ち歩けないか。そうだよね。MacBook Pro が16インチだもんね。16が限界か。16インチの iPad Pro が出たら、まあ、ちょっと欲しいかな。逆に言うと MacBook Pro で Apple Pencil なんかうまく使えるような形のやつを出してくる。MacOS で動かしたいんですよ。iPad だと Photoshop がまだ、ちゃんとした形で動いてくれなくて、あと細かいことをいろいろ、やっぱり iOS は結局、iPad は今 iPadOS になりましたけど、結局のところその iPhone の画面のその UI の進化系に過ぎなくて、デスクトップ PC ほどのだからそのファインダーみたいなものがあってっていう利便性には僕の場合はパソコンが長いからかな、かなわないっていうイメージが強くて、いいとこもあるんですけどね、そのアプリの起動してる起動してないみたいな感覚が直感的だったりするんで、まあそんな感じかな。なので5月7日の発表は僕の中ではなんかすっかりアップル熱が冷めて、しまってきているんだけど、っていうのは別にアップルが嫌いになったからじゃなくて、性能的にもうすっかり満足してしまって、新しいものが欲しいと思わなくなっているのもなんか年を取ってきてるみたいで嫌なんだけど、でも実際のところ自分の実作業の中で必要なかったり、あるいは僕は AI に関してはその AI アートグランプリか、清水さんの主催してるその AI のアートのそのコンテストみたいなものの審査員とかもやっていたりして、なのでここもなんか微妙なところでなかなか話しづらいんだけど、その今この話も炎上しそうだから嫌なんだけど、絵描きとその AI 生成 AI で絵を描く人の間のなんか対立みたいなものがあって、そこの僕はだから板挟みにちょっとなってる感じがして、最終的にそのいい落としどころに落ち着いてくれよと思うんだけど、どちらももうそのすごくバチバチにやり合ってるんで、自分のデータが無断で学習に使われていて、僕の絵を模倣した絵を例えばそのレイみたいなキャラクターとかを AI で、大量に描いて流して、それで正直多分僕よりも収益を上げてるような人はいっぱいいたりするわけで、いっぱいはいないか、まあ何かいたりもするわけで、そんなことも含めてなんかもやっとする部分はなんかないんですよ。でも同時に例えば自分が漫画を描くとか、そのなんか物語を作るとかってことを考えていった時に、いやその自分が書く能力を上げろよと思うんだけど、物語を作ることが僕は本当は好きなんですよ。だから物語を作る架空の世界をまるっと一個作るみたいなことに自分の残りの人生をこう全集中させたいみたいな気持ちがすごくあって、それで何か長い、複雑な物語を構築したいっていうものが、気持ちがすごくあって、その中で表現の手段として当然漫画っていうのは重要な表現の手段の一つとしてあるんだけど、自分の作画スピードとかなんだろうな、作業形態、僕は多分アシスタントを何人も使って漫画描いていくみたいなことはもう、そうだな、なんかできそうにないので、そういう時に自分のなんかその絵を学習している、AI が
自分のアシスタントとして動いてくれたらもしかすると便利かもしれないなっていう気持ちはあったりで、今の、ところでそれがすごく問題なのは、自分の絵を、集中させて学習させた AI が、自分専用のものが作れたらいいなと思うんだけど、それが起動するにはやっぱり今の生成 AI とかだからよく言われる、60億枚近くのその絵を無断で学習させた結果、ああいうものが描けるようになってるんで、僕の絵を例えば100枚200枚学習させたものを、動かしたところで人間が見て絵だと分かるようなものを出力できそうにないわけですよ。そういうことも含めて、その AI が著作権をこう踏みにじってるみたいな状況はすごく問題だなと感じていたり、でもどっか何か平和の落としどころを見つけてほしいなと、思ってます。その AI がアップルがだから例えば M4 のチップを作って AI の方に舵を切りますっていう姿勢を見せてるのでも分かる通り、今から AI って例えばだから生成 AI の中で著作権の問題があるからみんなもう使うのやめようみたいな世界は来るわけがないので、こんだけ大量のお金とかリソースが動いちゃってる以上こんなもん止まるわけはないので、絶対にそっちに進みますよ。なのでその時に生き残れるためにどうすればいいのかっていうことを、考えていかなきゃいけなくて、アナログに戻っていくみたいなものは生き残りの手段の一つとしてはあるだろうけど、それは根本的な解決にはならないんで、僕自身は何か今生成 AI がものすごく高精度な絵を、出力できてるっていうのは、そこにものすごくたくさんの人たちのその著作権のある、絵なり映像なり音声なりいろんなもの、楽曲なりそういうものを、ただでこっそり使っていて、著作権侵害で訴えられないような形で細かく切り刻んでるから、その今の法律で裁けないっていうだけに過ぎないっていう面はやっぱどうしてもあって、そこに対してなんだろうな、うまいことを今例えば生成 AI で絵を出力するっていうことに対して、それでお金を稼ぐんじゃなければ、例えば無料なりそのチャット GPT みたいな会社がそのサーバーを運営するために必要な、料金みたいなものを支払って使ってよくて、ただその出力したもので、何かその収益を得ようと思ったら、例えばそれは膨大なその著作権のあるものを使ってるわけなんで、そこに対して、いくらか収益の何割かを支払って、でそれをその元の著作権を持ってる人たちで分配するみたいな仕組みができりゃいいんですけど、その58億枚みたいな、これはどんどんこれから増えていくわけで、それを考えたらその分配の方法をどうするのよってなった時に、ちょっと今のなんていうのテクノロジーではそれってできるわけもなくて、なので何かでもなんていうの、生成できてるってことはそのブラックボックスって言ってるけど、そこの思考形態の思考の過程を全部一個一個例えばログつけていったら、どの絵をどんな風に学習してるのかっていうのはある程度可視化することができるんじゃないかなと、僕自身はちょっと多分知識がないからこういうこと言っちゃうのかもしれないけど、専門家の人がいたらそれはできないんだよって言われるのかもしれないけど、でも演算してるからにはさ、どのデータをここで見てみたいなことはさやってるわけじゃないですか。それが可視化できないのはそのプロセスが膨大すぎるからで、実際にはなんか可視化できるする方法はないわけではないんじゃないのかなと思っていて、でそれを義務化するなり、してそこからなんかうまいことなんか分配どんぶり勘定になっちゃってもいいからなんかそのうまいことそうだな、なんかちゃんと手で絵を描いてやってきた人たちに対して、何か支払う、べきなんじゃないかなと思います。で僕が例えばだからその自分の漫画なり作品なりを作るときに AI のアシスタントを使いたいなと思ったときには、それは全然払った方がいいなと自分では思いますけどね。どうなんだろうな。まあなんかそんなようなことを、M4 の iPad っていう発表を見たときにつらつらと考えたりしました。これについてはなんかその皆さんの感想というか考えをぜひ聞きたいですね。なんかコメントをいただけると嬉しいです。自分もなんかこれに関して進化が早すぎて落ち着いて考えることもできないままどんどん先に進んでいっちゃって、なんか本来だったらその法律をどうするのみたいなことも含めてもっと落ち着いてやっていかなきゃいけないのに、もうこれ例えば AI の世界に関して言うと、そのトップの1社2社が生き残って、残りはとんでもない予算をかけて
このシステムを作ってきたけど、大赤字を抱えたまま潰れるみたいなことになりかねないぐらい、そのトップの総取りになりそうな勢いなんで、ちょっと今チラチラとニュースを見聞きした範囲でそんなようなことをちょっと見聞きしたんで、なんていうか、そういうことも含めて、どういう落としどころがあるのかなみたいなことは、ちょっとなんか勉強しなきゃなと思ってます。特にそうね、なんかその審査員やったりとか、これからもいろいろ、それこそデジタルコミックの学校の授業とかで学生とかに何か言う時とかに、何か自分が教えてる、去年教えた学生さんたちとか、そんなになんかすごい切羽詰まった危機感を感じてる感じではなくて、むしろ助手さんとか先生方の方がもっと危機感を持った方がいいんじゃないのかみたいなことを言ってたりもするような感じだったんですけど、でもよく言われるのは、だから僕とかは今なんか経済的に大変な状態なので、全然悠々自適には程遠い状態ですけど、でもある程度今まで実績を残してきていい年齢になってる作家の人たちが AI を面白がっていて、これから手で絵を描いてプロになろうと思っている若い人たちがただただ搾取されてしょんぼりしてるみたいな話を聞いたりすると、それも良くないなと思って、どっちかというとAI の方だって、じゃあ AI が生成したものをさらに AI がそれを学習素材にするみたいな、ことをやっていくと、ね、自分の尻尾を食べる蛇みたいな感じで何がしか先細りしていっちゃうと思うんですよ。そういうことも含めて人間が作るものとかのなんか面白みみたいなものがやはり何のかんの言って、まだしばらくは価値を持ち続けると思うんで、そこに対してなんだろうな、 AI の世界の何兆円とかもっとか、とんでもないお金がボンボン動いてる世界の中で、絵描きなり音楽やってる人なり動画やってる人なり、に対してなんか還元する仕組みをちょっと作ってよとは、思ったりしますということでした。M4 に関しては、チップに関しては性能が高くなっても自分の作業環境が変わりそうにないんで全然興味がないです。モニターもあんまりすごい、例えばモニターがすげえ綺麗になったとしても印刷に出た時との落差が大きくなるばかりなんで、あんまりそこもなんか求めてないんですよね。明るすぎても目が疲れちゃうばっかりだし、だから Apple Pencil は期待してます。Apple Pencil についてあとちょこちょこっと話すと、なんかジェスチャーが複雑にいろいろできるようになるみたいな話を聞いていて、あとは本当かどうかわかんないけど、ペン先にセンサーがついていて色を拾えるようになる。ペン先に例えばだからここでこうやったら僕の肌色を拾ってくれるみたいな機能がつくっていう噂もあったりして、それ実装したら技術としてはもうあるんで、そういうペンも売ってたりするんで、それ取り込んでアップルがすげえコンパクトな形にしてきたらすっごいと思いますけどね。面白いし、ペン5万円とかになりそうもっと高くなりそう。まあでもそんなような機能とかジェスチャーに関しては誤作動が多いんで、誤作動しないで確実に使えるそのジェスチャー機能が、つくといいなと思いますね。あとはだから磁石いいんだけど時々落っことしてどこ行ったみたいになるって怖いんで、充電の仕組みとかもあと一歩何か進化したりすると嬉しいかな。まあでも充電に関してはほぼほぼ完成してるか、磁石で運営できるような使い方をすればいいのかな。まあそんな感じです。はい、ありがとうございました。ではでは。おはようございます。阿部義俊です。今回はシグマ FPL で、一発撮りみたいなものに挑戦していたんですけど、3本撮って3本とも音声がやっぱうまくいってなかったり、いろいろあったんですけど、今回は出来上がったファイルを見てみたら、そのシグマ FP の音声と映像がシンクロしてないことに気づいて、これ今までなかった現象なんでどうしたんだろうと思って、最初はこれだけ、新しくそのイエティっていう外部マイクをつないだんで、その外部マイクの問題なのかなと思ったんですけど、なんかそうでもないみたいで、調べてみたら自分もすっかり忘れてたんだけど、なんかそのシグマ FP と FPL は CPU のパワーの関係なのかな。ある条件が揃うと、そのシグマ FPU の中のそのチップに負荷がかかりすぎて、映像のフレームがちょっとドロップするというか、短くなっちゃうのかな。なので、
時々多分フレームが作りきれなくて、一コマ欠けてしまうみたいなことが時々起きて、それによって映像がちょっとだけ早く進んで、音声は普通に撮れてるんで、映像と音声がだんだんずれていっちゃうみたいなことが起きるみたいで、これを見てみよう。わかると思うんですけど、これは、その前回撮った動画ですけど、そう。結構ノイズがひどいな。おはようございます。安倍義俊です。1日に3本撮ろうとしてる、ドリキンさんに勧められて、ワタレックスタイルという、ほら、ずれてきてる。カメラで一発撮りで、まあ、これが出だしの部分ですよ。で、例えば、後半ぐらいまで行くと、僕は、もう全然合ってないの作る。架空の世界をまるっと一個作るみたいなことに、もう、全然何秒っていうレベルで狂ってきてしまっていて、で、よいしょ。それを予備で撮っておいてよかった。これが、その時に同時に撮った DJI のポケット3の動画で、なのでこの2つは基本的に、まあ、録画ボタンを入れるタイミングがちょっと違いますけど、音声は、だから、遅れてないので、この2つは、その音声の波形を元に同期させることはできると思うんだけど、まあちょっとやればわかるけど、映像が、シグマ FPL で撮ったものとか、その DJI で撮ったものに比べて、どのぐらい、結構、短くなってしまっていて、なので音声も途中で切れちゃってるんですよね。これは、そうか、深刻なバグではあるんだけど、これが、いくつかの条件が揃わないと発生しないバグで、シグマ的にもそんなに、優先度が高くないわけじゃないんだろうけど、まあ、もしかすると、そのチップの性能的に本当にどうにもならない問題なのかもしれないけど、シグマ FP で、HDMI で外部に、モニター出力をしていて、かつそのモニター出力の方に、音声の波形とか UI を同時に重ねて出力する状態にしておいて、で、ファイル形式を CinemaDNG と MOV とあるんだけど、それを MOV の方にして、さらにそこでオールイントラと、ロングGOP かっていう、2つのファイル形式なんだけど、これをその圧縮をかける方のロング GOP だっけなっていうファイル形式にすると、シグマ FP 的に CPU がパンパンになってそのフレーム落ちが発生するみたいですね。なので、僕は確かにこの時に外部モニターに HDMI 経由で、モニター出力をしていて、かつ UI をオンにするモードがあったって言ってオンにしたところだったんですよ。なので、この惑星直列みたいなその条件が全部揃って、フレーム落ちが発生していたみたいですね。まあこんな感じでちょっとこれを長らくやってるとすげえ時間かかると思うんで、シグマ FPL のこのファイルが修正できるかどうか試して、修正できそうだったらこっちをアップしてみるかなということでした。はい。やってみます。